皆さんこんにちは。このビデオではアメリカでナースプラクティショナー、略して NP という職業がどのような活躍をしているのかということについて5つの事実をお話ししたいと思います。日本にいてなかなか知ることができないことを含めてカバーしていきたいと思いますので、ぜひご覧ください。私はアメリカ・ハワイ州でナースプラクティショナーをしている三浦美希です。そして JANP プロジェクトという日米の高度実践看護師の教育をつなげるプロジェクトの創始者でもあります。このチャンネルでは日本にいてなかなか手に入らないアメリカでの NP や看護についての情報、また、留学の成功法について、リアルな話をしていきたいと思いますので、ぜひフォローしてください。では早速本題に行きたいと思います。まず一つ目は、ナースプラクティショナーという専門職はアメリカで誕生したということです。世界で一番最初に NP という専門職を作り出したのはアメリカでした。その背景は、アメリカでの医師不足、その当時は特に小児科医不足がありました。でも医学生を増やしているだけでは、学校を卒業してそして独立して患者さんを見れるようになるには何年10年ぐらいかかる時もあります。そこで、経験の豊富なナースを、さらに訓練させて、健康促進、そして病気の、早期発見といった、医師の業務の一部を任せようということから1965年に、コロラド大学で初の、世界で初めての NP プログラムが設立しました。これは今から約56年前のことですね。しかし新しいことに順応の早いアメリカでも、変化に対する恐怖を持った医師などが反対して、やっぱり NP の役割の確立化、そして合法化には時間がかかりました。実際すべての州で、NP が合法的に働けるようになったのは実は結構最近です。NP ができてから35年経った2000年でした。日本でもアメリカの NP に匹敵するような看護の専門家の免許を合法化させようという動きがあって、日本看護協会も2040年を目安にこれを目指していると聞きます。医療改革はたくさんの課題もあると思うんですけれども、今後の日本の看護の働きにも要注目ですね。第2のポイントは、ナースプラクティショナーへの需要は急激に増加しているということです。先ほども言った通り、アメリカで NP という職業ができて56年経つんですけれども、現在では32万5千人以上の NP がアメリカで免許を保持しています。で、NP の数は年々急激に増えていて、年間10億件以上の診察が NP によってアメリカで行われています。そしてアメリカでも、日本ほどではないんですけれども、高齢化、人口の高齢化もあり、また、人口増加や、慢性疾患を持った人の増加が予測されていて、かかりつけ医となる医師の不足がこれからより一層悪化するだろうと言われています。そこで何日も何週間も何ヶ月も医師に診察するのを待って、で結局その間に病状が悪化するよりもナースプラクティショナーが早めに診察して、比較的簡単なケース、また複雑なケースをうまく振り分けて、また比較的簡単なケースであれば、医師がいなくとも診断治療することで患者さんがいち早く適切な治療を受けられるようにすることができます。実際にこのシステムを多くの医療機関で適用していて、適宜、医師とも連携してチームとして医療提供することで安全で適切な医療を提供しています。そして今後もナースプラクティショナーがさらに活躍するであろうと期待されています。実際にアメリカの労働局は2019年から2029年の間の NP の雇用は 52% 以上増加するというふうに予測しています。第3の点は、ナースプラクティショナーは多くの州で診察、診断、検査のオーダー、処方を含める治療のオーダーができるということです。アメリカはとっても大きい国なので、州によっても法律が違います。これによってナースプラクティショナーのできる業務範囲も、州によって異なります。
NP という職業ができて56年経ちますが、今では私の住んでいるハワイ州を含む多くの州では NP は医師の監督やコラボレーションがなくとも自立して診察、診断、検査のオーダーや処方ができます。日本の方に言っていつも驚かれるのが、がんの診断や宣告も医師の監督がなく NP だけでできるということです。私自身も何度もがんの早期発見をして、その診断のお話を、患者さんやそのご家族とお話しして、医師を待たずに、がん専門の医療チームに送った経験があります。こうすることによって、治療が始まることを遅れることを防ぐことができます。また州によるナースプラクティショナーの業務の範囲に関する法律は、年々変わっていて、多くの州で NP の独立化の働きがあり、今後もどんどん独立化が進んでいくと思います。で、第4のポイントは、ナースプラクティショナーは年々ベストジョブのトップを占めているということです。アメリカでは US News and World Report という機関が毎年アメリカに存在するいろんな職業のランキングを発表するんですが、NP はここ最近ずっとこのランキングのトップの常連です。ちなみに2021年のランキングでは医師を抜かして第3位でした。ちなみに、医師は5位でした。その理由としては、医師よりも少ない年数で学校を卒業できること、つまり学費も少なくなるということですよね。そして半数以上の NP の収入は10万ドルを超えていて、収入もいいことなどがあります。私自身ナースプラクティショナーとして働いて8年ぐらいになるんですけれども、程よい責任感、ストレスレベル、安定した収入やまた仕事の充実感、そして正看護師ではなかった基本的に平日日中しか働かない、夜は寝れるといったような、人間的な生活ができるので、ワークライフバランスが取りやすいということから、この職業を選んで本当に良かったなと思っています。5つ目の点は、様々な領域を専門としたナースプラクティショナーがいるということです。アメリカでは様々な領域を専門としたナースプラクティショナーが存在します。その中で一番多いのが、かかりつけ医を、つまり外来を主に専門とした、プライマリーケアの領域で活躍するナースプラクティショナーです。私はその中で一番多い、ファミリーナースプラクティショナー FNP という、認定を受けています。で、この認定では、基本的に外来のセッティングであれば、赤ちゃんから大人まで、お年寄りまで、男女関係なく診察できる一番幅の広い領域を専門とした、認定です。で、このため活躍できる範囲も広く、就職先もいろいろなところが選べるので、この認定は特に人気があります。皆さん、このビデオは面白かったでしょうか？もしこのビデオが役立ったと思われましたら、いいねボタンを押してください。次のビデオでは、アメリカでどのような種類のナースプラクティショナーが活躍しているのかについて、さらに詳しくお話ししたいと思いますので、そのビデオの中でぜひお会いしましょう。そしてまた、看護学生、看護のプロを対象としたオンラインセミナーも行っていますので、もし気になるようでしたら、下の概要欄の方で詳細をご覧ください。See you next time.